皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。5月末のベランダ多肉の様子です。ベランダの多肉たちも1ヶ月ほど放置状態でした。この少し変わった花を咲かせているのは三類です。そして葉が真っ白に枯れて芯までダメになっていたのはバラの月影でした。これは残念です。2階のカーテンを開け閉めするときに少し様子を見ていましたが、まさかバラの月影がこんなことになっているとは思いもよらず、そしてもう一つ気になる多肉がこの桃太郎です。ロゼットの途中の葉が枯れ込んでいました。いつの間にかパールフォン・ニュルンベルグにも花が咲いていました。そしてその根元では勝手に葉ざし子ちゃんが育っていました。こっちでは桃美人が花を咲かせていました。王妃雷神島にも花が咲いていました。王妃雷神島の花はこんな花が咲くんですね。どんな花が咲くのか確認できたので、この花は後でカットしておきますね。この5月末のベランダの多肉たちに、梅雨前にやっておきたい多肉ごとの一つとして、多肉の花芽を摘むことです。摘んでも摘んでも、後からまた花芽が上がってきてしまいますが、梅雨時期のジメジメした環境ではこの花芽もトラブルのもとになりかねないので、今のうちにカットしておきます。5月末のベランダの多肉たちは花芽を長く伸ばして元気いっぱいでした。この摘み取った花はこのままリメ缶に刺して新しく作った庭の多肉棚に飾っておきました。庭に降りてきたついでにこのステンシルした木のプランターに先週末ブルーベリーの苗を購入してきて植え付けたのでご紹介しておきますね。品種はラビットアイ系のメンデイトとクライマックスです。すでに小さな実がついていて収穫するのを楽しみにしているところです。ベランダに戻ってきました。梅雨前にやっておきたい多肉ごとのもう一つの作業は、この枯れた花芽の茎を抜いておくことです。ただし、この花芽の茎を抜くのは完全に枯れているものだけにしてくださいね。完全に枯れきっていないものを抜こうとするとトラブルのもとですよ。この2本はまだ枯れきっていないのでこのまま残しておきます。こんな風に茎の色が茶色くなるので抜く目安になると思います。そして梅雨前にやっておきたい多肉ごとのもう一つとしてこの枯れ葉取りです。多肉が蒸れる原因になるので
梅雨前までにはきれいに取り、お掃除しておきます。そして枯れ葉を取っていると、マディバの成長点あたりの葉にコブができているのを発見しました。マディバにコブができるなんて知らなかったので、ちょっとびっくりしています。ベランダにはもう一つマディバがあるので、コブが出ているか確認してみますね。このマディバには残念ながらコブは確認できませんでした。皆さんのお家にあるマディバもぜひチェックしてみてくださいね。ちなみにこの日は朝まで雨が降っていましたが、途中雨が止み、日が出てきてビニールシートを外していないため、ベランダは蒸し風呂状態でした。それでも最高気温は25度とそこまで高くなかったんですけどね。去年の春と同様に今年もまだそれほど気温が高くなっていません。最高気温も26度がせいぜい。明日からはまた少し気温が下がるそうです。よその地域では真夏日で30度なんていうところもあるみたいですが、私の住んでいる地方はまだまだ夏日とまではいかないようです。ベランダのビニールシートも雨が続くのでまだ外していませんが、予報気温を見る限りではいつビニールシートを外すか悩むところです。実は庭のビニールハウスのビニールもまだ外していないんです。体調不良で寝込んでいて体力も回復していなかったため、そのままの状態でした。先週末、体調もなんとか回復し、体力も少しずつ戻ってきていたので、やっとビニールハウスのビニールを外せるかなと思っていたんですが、そんな時に限って旦那の仕事が休みだったんです。家の前に車が置いてあると多肉のトレイを広げられないため、泣く泣くビニールハウスのビニールを外すのを諦めました。それが良かったかどうかはわかりませんが、今週は最高気温もそこまで高くならないので、ビニールハウスのビニールを外す作業は楽にできそうです。皆さんの多肉ちゃんはもう遮光はしていますか？私はビニールハウスのビニールを外したタイミングで一緒に遮光カーテンもつける予定です。それにしてもこのスパイシー、枯れ葉がたくさんついていましたね。枯れ葉取りが終わり、すっきりしました。このミッシングユーにもたくさんの枯れ葉がついています。この枯れ葉を取っていくと、あるものを発見してしまいました。皆さんは気がつきましたか？枯れ葉を取って株元を見ると、小株ちゃんが出ていました。そして株元に落ちていた葉にも小さな芽が出ていました。すでに根っこも出ていました。そして最後にこの桃太郎の枯れ葉を取って今日の動画は終わりにしようと思います。
なぜこのように途中のロゼットの葉が枯れ込んでしまうのかは原因はよくわかっていません。ただこの枯れ込んでいる葉をきれいに取り除くことでロゼットの形はきれいに戻ってくれると思います。皆さんのお家の多肉ちゃんはこんな風に途中の葉が枯れ込んでいませんか？こんな多肉ちゃんを発見したら茎が樹れていないか確認して早めに枯れ葉は取り除いてあげましょう。桃太郎の枯れ葉取りも完了し、あとはこのまま様子見です。少しの間枯れ葉取りをしただけでこんなに枯れ葉が取れました。はい、ということで今日の動画は5月末のベランダ多肉の様子と梅雨までにやっておきたい多肉ごとをご紹介していきました。マディバの葉にコブが出ているのを発見したのはちょっとびっくりしましたね。このマディバのその後の様子も動画でご紹介していく予定なので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。